儲かるので買っておきます。反映が遅れている銘柄。2023年ももうすぐ終わりますね。僕の運用成績1年でこれだけ増えました。会社を辞めたのが2021年。これが300万円いかないところが会社に辞めて2年で600万円くらいになってますね。配当金は13万円くらい。で、キャピタルゲインに対して23万1405円くらい税金がかかっています。でもこれって全部還付金としてあるので 33% の資金効率にさらに磨きがかかることでしょうね。450万円から1年で600万円。これが 33% 増えている。そういえば楽天銀行は ATM しかないので、現金どうやって一気に引き出すのかわかんないな。他の銀行に入れ替えて出金するのかな。2023年 NISA を含めると123万円で、僕の場合は所得税がゼロになるので、税金が全部還付で23万円還付。したがって運用資金の450万円が600万円になって146万円の株で増えたということになりますね。2024年の予定は投資額200万円、さらにそこから増やして800万円にすること。皆さんは資産何万円、何千万円ありますか？また2024年はいくら増やしている未来を想像していますか？早速個人年金として儲かりそうな銘柄をピックアップしていきましょう。もちろん僕も購入を検討しているっていうか、もうこの2つ持ってるので教えていきます。嬉しいでしょ？証券番号5032エニカラー。選んだきっかけ、12月15日にエニカラー株価暴落、一利益の進捗状況が鈍化したことによって材料を出尽くして売りが先行したようです。8月10月は 24.4 億円で 11.5% 増にとどまり、第一四半期の 90% から増益幅が大きく鈍化している 90% から 11% に、また一部原価率の高い商品の販売や第3四半期に開催する二次三次フェスに関連した費用の先行的な計上も発生しているようだ。ここでバーゲンセールになっているっていうところで2ヶ月のレンジ周期を行っているので上がる予定です。 VTuber 事務所二次三次の株主総会に出席したい。僕自身が VTuber ということでもう同業者ですよね。で結構ライバル意識というか結構参考になるので、株主になることで限定のライブやチャンネル運営の参考になるんじゃないかなと期待しています。そんなわけで株価を毎日眺めていたらたまたま見つけました。2024年専門学校に VTuber 学科というものが新設されます。いよいよ VTuber が職業として認められるようになってきたんですね。いや今まで教える期間なかったんかって思いますよね。もうそれで生活してる人たくさんいるのに。って言ってもね、もう僕でもVTuber 業界で上位1000人くらいに入るんですよね。そこはいいとして、その VTuber 学科の説明会に Zoom で参加してエニカラーの関係性を探ってみました。VTuber キャスト、質が高くて大量教育することで単価を安く抑えられて、社員と変わらない契約に切り替えてきそうな感じを僕はしましたね。需要と供給のバランスってあるじゃないですか。VTuber キャストが何千人オーディションをやれば、倍率っていうのはめっちゃ高くなって、2次3次の場合は1000人のオーディションに対して9人の合格者。経営者だったらなるべく人件費を安く抑えたい。お前がいなくても会話いくらでもいるんだよっていう状況にしておきたいんですよね。キャストのパフォーマンスが高くて会社員のように安く扱える。しかも会社員の雇用形態じゃなくて個人事業主としては契約解除というのはかなり容易にできる。これは一時 UberEats が稼げるっていうのが話題になったじゃないですか。でみんながやるようになったから安くてもやれるよ、いっぱい配達してる実績がある人が依頼が来るよ、来やすいよっていうことでどんどん競争化の激化が進んでいったんですよね。 VTuber も同じことが起きているし、今後 VTuber の会社員化っていうのは加速していく。 YouTuber の好きなことして生きていくっていうこのキャッチフレーズに当てはまるのかっていうのは疑問ですね。はい、僕はチャンネル運営責任者とキャストが僕同一人物なので自由に活動している状態です。最高の人生を送っています。で広告収入っていうのは5万円もないんですけど、それ全部僕がもらうことができるっていうから今後規模を大きくしていきたいと思いますね。もう全然こんなもんじゃ終わらない。もう投資もチャンネル規模も成長していく。投資の話を VTuber でやる人っていうのはね、今まで意外といなくて、登録者が1万人を超えるっていうのは誰も思っていないことですし、僕もね自身すごい驚いてます。株の節税として新 NISA や日本の文化、もう貯金から投資に切り替わっているのはもうね、切り替わっている人たちが多くて、もうそれは常識変わるってことはもう分かっているので、投資や金融を取り扱う VTuber っていうのはカテゴリーで発展していくことでしょうね。配当金は実施しておりません。値上がりキャピタルゲインだけで処分となります。株主総会に出席するのが配当金以上の価値があるので、全然株を保有していいなと。今回値上がりが分かっていて、議決権を保有するためには売っても儲けるし、議決権を持ったままっていうと200株は欲しいところですね。どんな会社か強みか、 VTuber 同業者ではありますが、人間自体にはね興味がなくて、ビジネスの形態に未来の訴求業として眺めています。接客業のキャバクラのようなサービスと僕は思っていて、原価も伴わないので
資金効率が 37.4% っていうのはめっちゃ異次元だと思いますよね。また、広告宣伝費やキャストを使っても、一人当たりの平均がね、なんと7000万円の売り上げがあるので、エンゲル係数も小さくなるでしょうね。利益が鈍化して株価暴落した今でも株価の指標っていうのはどんどん割安になって、さらに利益が 50%、2倍くらい上がるっていうことは時間の問題なんですよね。来年は4000円以上、5000円とかの適正評価額と勝手に僕は予想しています。PR、PBR、ROE、業績業界数の指標だけではなく正しく読むためには比較を行うこと。VTuber グループ二次産地のエニカラー、一番特徴的なのは資金効率の良さ ROE です。この 37.4% がどれくらいすごいってことなんでしょうか。証券番号 5020NS ホールディングス。石油元売りの会社で経費がたくさんかかるわけなんですよね。単価をサウジアラビアから動かす重油。日本で精錬する上流摂。その結果 ROE の資金効率っていうのは 4.6%。エニカラーがどれだけ荒稼ぎしているのかっていうのがお分かりになりましたでしょうか。経済学者のケインズはこういう言葉を残しています。人間の仕事は、労働は AI 置き換わり、最終的に娯楽を楽しむことが人間の仕事となる。僕たちも副業するときに Uber とかの誰にでもできる仕事っていうのは供給過多となり稼げなくなってくる。だから僕はマネタイズの資本からお金を増やす仕組みを大学生の時に教授から教えてもらいました。だから株をやるきっかけにもなったしね。お金にはならないだろうけど、をやることの意味っていうのを重々承知した上でエントリーしました。PR の株価収益率も割安になっていて、株価だけを見てると全然わかんないですよね。なんか横なのかなって。でも実際は売り上げが上がっていて、株価収益率っていうのパフォーマンスは上がっているので、こんな感じで右の図みたいにね、どんどん割安になっていってるんですよね。指揮法、株主構成、特定株、不動株、時価総額、誰と戦うことになるかがわかる。不動株が非表示、非公開なのかな。辰巳陸。この人は株式の半分を持っていて、評価額702億円と22歳で二次産地を創設したのも脱帽ですね。感服です。早い。何が起こった？僕は9年間携わっていて、時間を無駄にしたようにめっちゃ感じるんですよね。そのおかげで自動車業界、自動車銘柄に強くなったし、今を変えていくことしかできないから、ベストな時間をね、これから生きていくしかないです。結論ね、株主構成は個人の方がチャートの影響力があります。こんな感じで見ての通り、めっちゃ個人の割合が多いじゃないですか。一般には流通しない特定株が全発行株数の 70%、不動株は非公開とされてるんですけど、この株数のベースからだいたいわかるじゃないですか。非公開数は全くなくて、個人から資金を調達しているっていうのが伺います。よっぽどね、もう加速度的に事業を進めたいから、みんなからお金を集める。最大効率でお金を集める。また、買収を防止するために、辰巳陸 CEO は 46% と多めに安全マージンを取っています。信用倍率の変化、個人投資家が買っているのか足跡がわかる。信用買いとかはできない銘柄で、材料の出尽くしで株価暴落したのは12月15日。なんで、22日の信用データでは、こんなに下がるとは思わなかったって死んでる個人投資家が多く確認できます。どこまで下がるかわかんないなっていう感じですよね。僕は指標と VTuber 学校の動きから、この売り上げをここからさらに数倍に伸ばしそうな説明会で感じたので、情報も制限がかかっているのも踏まえると、買ってよく儲かりそうだなっていう予感を感じます。予想っていうよりはもう確信に近いんですね。チャート分析第2段階株価出来高とか今まで言ったことをおさらいしてみましょう。これを全部踏まえてチャートいくらが買った方がいいかなと選んだきっかけ、エニカラー株主総会に出席したいと思った理由は VTuber の業界で関わりとか成長に関心があるからです。VTuber が職業として認知される動きや株主として得られる情報経験に期待をしています。株価の動向と VTuber の業界、VTuber 業界が成長して専門学校で学科が創設されるなど将来性に注目。VTuber の雇用形態や業績について考察して、未来は会社員化が進む可能性があるなと。配当金は実施しておらず、株主総会への出席が配当以上の価値があると考えていて、今後値上がりを期待して議決権を持つために200株の保有を希望しています。VTuber の強みや特徴、VTuber 業界の成長、経済性や成長の見込み、資金効率に着目しました。エニカラーの資金効率 ROE が高くて、他の会社と比較からこの高さをこんな感じで説明しましたね。株価指標と会社の評価。株価評価 PR、PBR、ROE の観点からエニカラの株価が割安であって将来的な上昇が予想された。信用買いとか個人投資家の動向から株価の暴落とか今後の動きを予想しています。
VTuber 学校の動向からエニカラーの売り上げが伸びると目論んで、いや、予想して情報の制限があることで有利な、これはめっちゃ売り上げ2倍くらいにはするような目だなと思ったので投資しようと思いました。注文価格設定、アルゴリズム設定の公開、足値、損切りライン、監視開始、値段、利益幅の下落幅でいくらで確定すればいいかということ。株価が暴落した12月15日、これ見てもらうと面白いじゃないですか。出来高1週間分がその日だけで3167円に集中しています。ここでエントリーした個人投資家が多いってことなので、下げる圧力が普通動きます。この値段で買ってもいいし、これより下がるんだったら買い増しを検討しています。暫定この値段なら買ってもいい3150円。損切りラインは2867円。エニカラは値動きが激しいので、心の準備結構覚悟しておいてください。アルゴリズム設定をしておけば、手放し運転で設けられます。僕は株主総会に出席したいので、売るやつと保有するやつ200株を保有しておきます。エントリーから 6% 以上の株価が上昇したらトレーディングの開始を起動させます。チャートが上昇を続けて最高値 3.5% 減少したら、ここで利益確定を行いましょう。証券番号2305スタジオアリス。選んだきっかけ。この形状をご覧ください。これほど綺麗な順張り見たことありませんね。アルゴリズムを利用すれば順張りの恩恵を享受できるんで、100株の株主優待保有から、さらにそこから200株の追加の増資をしています。資産効率2倍、海洋圏2倍だ。チャートでお得感検討すべきか。週足チャートを見ても最低でも220円の向かうレンジ相場です。今、100株だけ買っても直近1万円の利益が出せそう。ずっと待っていたとしても配当利回り 3.3% で勝率が高い順張りなのは分かりましたよね。で、それでは安全性の確認のためリスクを把握するために分析を進めていきましょう。配当金、配当総合利回り、安定期目で記念配当残されはないか、減配しないかという確認を行います。株主優待が豪華で、撮影無料券と、それにあと豪華なフレームがついて、1万1000円相当がもらえるんです。僕はメルカリで4000円で売却しました。ついでに、不用品の売却ということで、課税対象にはなりません。4000円を資産運用したら、毎年200円くらい増えていくじゃないですか。だからどんどん投資していきたいですよね。こいつのスタンドは時間でも止められたみたいに速すぎる。ちなみに権利確定月は8月です。配当支払い月は2月。利益余剰金と現物の推移、これは配当成功 50% を超えています。めっちゃ心配だなと思うんですけど、利益余剰金、つまり会社の貯金というのは増えているので、減配のリスクはないです。コロナショックでも黒字を維持していて、減配もしていないので、好感が持てます。どんな会社が強みか。スタジオアリスは、写真撮影やフォトスタジオ関連のサービスを提供している会社です。家族写真や個人のポートレートなどを専門として撮影サービスを展開していて、家族の思い出を形にするっていうのはとてもいいサービスだな、とてもいいサービスを展開していて、応援の意味を含めて保有株していいなと。人間あっけなく死んじゃうので、あれが最後の写真だったなとか結構あるじゃないですか。PER、PBR、ROE、業績、教科書の指標だけではなく正しく読むためには比較を行うこと。特徴的なのは時価総額356億円と小さめなので、機関投資家や大口投資家で株価が大きく可能性があります。非常に流通している流動株で左右されるので、株主構成で深掘りしていきましょう。業界では大きい企業なので、写真銘柄でチャートは最も安定している動きです。PR の株価指標、これは 15.2 倍。教科書を読んだばっかりの人って普通かなって思うんじゃないですか。でもこの類似企業比較をご覧ください。比較を行うと、証券番号7502のプラザホールディングス、これが106倍。赤字出してんのかなっていうぐらい違いますね。あと、証券番号2438のアスカネット。これが 34.2 倍。なんでこれ一番ダントツに割安なんですよね。地方株主構成、特定株、不動株、時価総額、誰と戦うことになるかがわかる。特徴的なのは、チャートの動きがめちゃくちゃ安定していることです。原因は、発行株数の割り当てで、特定株 60% がパッシブで、普段から売り買いしない特定固定株であること。で、筆頭株主はトーランスジャパンっていうスタジオアリスの持ち株会社に過ぎなくて、個人の社長の配当金の収入で受け取ったとすると、課税されるため法人化して設立していると思われます。同時に 25% ほど自分で持っているので、買収を防止する効果もあります。で、もう一つ特徴的なのは一般に流通している不動株の割合。これが 35.7% は結構高い。
時価総額が小さいと値動きっていうのは不安定になるはずなんですけど、なぜこれほど安定しているかっていうのは、個人の割合が 40% 以下に加えて、時価総額が350億円と小さめなので、機関投資家の対象にはないと考えられています。信用倍率の変化、個人投資家が買っているのか足跡が見える。出来高が3万円ほどなので、注目されていないというのが信用取引でもわかります。全く参考にはならないんですけど、PR 指標の観点で言うと、投資家業界では認知度が低いみたいなんで、割安で放置されている傾向がこれを見てわかります。これから認知度が上がるっていう、そんな都合のいいことは考えなくて、認知度が低く静かに取引されているので、チャートの形状は安定しているっていうことも考察できます。チャート分析第2段階株主で、これまでの話を要約して、いくらがいいか、今買い時かっていうのを判断しましょう。証券番号2305スタジオアリスに関する要点のまとめ。投資の背景、チャート形状が順張りの好条件で、アルゴリズムを使用して資産を増やすために100株を追加しました。週足チャートによると、最低でも2200円に向かう可能性があるなと。配当金は 3.3% に加えて、順張りの勝率や安定性が期待される。4000円でメルカリで売れるっていうところ。課税もされない。配当や株主優待の安定性、会社の財務状況から減配のリスクが低いと見ている。会社の特徴、スタジオアリスは写真撮影やフォトスタジオ関連の会社で、家族や個人の写真を専門としている。思い出を形に残すサービスとしての魅力を持ち、応援の意味を含めて株を保有しましょう。時価総額は小さいけど、写真関連企業としては安定しています。PR は15倍で一般的と思われるんですけど、類似企業と比較して割安だなと思います。流動株や特定株の割合が安定しており、機関投資家の影響は少ないなという見方。信用倍率と取引の動向、出来高や信用取引の動向から、投資家の関心が低くて静かな取引が行われていると考えられていて、低い認知度や静かな取引がチャートの安定につながっていると思われます。注文価格設定アルゴリズムの設定公開、順張りを2ヶ月前から形成していて、長期のラインを短期線がクロスしている。ゴールデンクロス。僕はさらにここを200株エントリーしました。みんなの購入価格は2125円以下ぐらいだったら利益幅が期待できますね。買った瞬間に下がって意地になってもこれ損失拡大するだけなんで、損切り設定は絶対に行いましょう。ここでは1934円。購入金額の 6%、50万円の投資資金だったら3万円の利益ですね。それが出たら撤退の準備を行います。撤退の準備っていうのはトレーディングの開始ということで、2253円以上で起動。で、売るタイミングはチャートが上昇を続けて最高値から79円 3.5% 下落したら利益確定。焦らず確実な投資を心がけましょう。一か八かのギャンブルをしなくても負けない走りを続けていけば最後に勝てる。あとは、紹介したい銘柄5銘柄あります。三井住友ファイナンシャルグループ、証券番号8316。これはなんとね、配当利回りが、こんな感じ、3.9% あります。増配傾向で、世界的に金利が上がっていくので、もう儲けていくだろうって、株価絶好調。で、株価収益もそんなに高くない。問題高いっていうのは、このエントリーの資金が6880円ということですね。これじゃ高いよっていう人は、この三井 UFJ ファイナンシャルグループ、証券番号8306。そうすると、この株価の値段が1211円なんで、かなり手軽ですね。今後、まだまだ株価っていうのはこの金融系っていうのが上がっていくので、もうあれやこれはもっと期待ですね。あとは、スーツの青山商事ですね。証券番号8219で、この配当利回りが意外と 9% で高いんですよね。もうスーツ、なんかコロナとかで儲けてなさそうな気がするんですけど、で、こう株価っていうのは上がっていくんですけど、この PR の株価の割安度っていうのは横ばいなんですよね。クールビズとかリモートワークっていうのが普及してスーツの需要っていうのは低下してはいくんですけど、コロナ以前よりも利益は上がるんじゃないのっていう見方なんでしょうかね。とりあえず配当と優待含めると結構 4% 優に超えるので持っといた方がいいかなと。あとは証券番号4911の資生堂。これは最近ねずっと半年間下がり続けていた株価。これがあって200円くらい上がってるんで、あれここ下げトレンドが切り替わったのかなと思うんですよね。一方で PR が100倍近くあるので、もう僕だったら絶対買わない値段ですね。ただもうこの上げトレンドに乗っかるっていうのはアルゴリズムを使用すればできることなので、どうしようかなっていうところ、観察様子見っていうところ。あとは TS テック証券箱7313。これも配当利回りが 4.3% あって、株価っていうのは落ち着いてきて、PR も20倍くらい。で、ちょっと配当成功が 150% を超えてるので、
出しすぎじゃないかとも思うので、これもレンジ相場でアルゴリズムで購入しといた方がいいかなと思ってる監視してる銘柄です。2023年の振り返り。2024年来年の目標と、ここ1ヶ月株チャンネルや Twitter の分析でムカついたり嫉妬するなっていうことがあって、それはこういう Twitter でね、1日のデイトレードで40万円を稼ぐ人が存在するっていうこと。いや、僕は YouTube で広告収入4万円くらいしかないのに、1日でしかポチポチやって何の生産性もないのに、なんでこんな40万円稼ぐことができるんだって思うんですよ。もちろん他人と比較することは自分を不幸にする自傷行為です。そういうのはもうアドラー心理学とかで承知してるんですけど、一方でこの人間にできるんだったら僕にだってもできるですよ。もっと自由に YouTube 活動できるようにお金が欲しい。最近痛感しています。理屈じゃない。目の前を走る奴がいて、それが少しずつ離れていくのを黙って見送れるわけがない。逃げる車がいれば追う。本能なんだ。現在資産600万円をフル稼働させて、毎年利回り 30% で運用して、それでも180万円ほどの利益にしかならないと、資金の分母が少ないんですよね。もっと早く資金のリスクを取ってでも増やしていく必要に駆られる。これまではアルゴリズムを使って配当金を控除した中期のスイングトレードを行っていました。しかし来年の2024年から短期トレード、デイトレードを取り入れて資金運用しています。このチャンネルの最大の目的っていうのは、僕が利益を出すためのメモ帳、活動の記録で、みんなに必要されなくなろうが、僕がお金を増やす覚悟で利益を追求していきます。一からデイトレードについて僕がレポートを仕上げていくので、初めは素人内容で仮説に基づく実証検証でもないし、主張っていうのはされなくなるんじゃないかなとも思うんですよね。むしろ失敗の方が多いかなと。それでも成功に近道っていうのはない。これはこの世界の真理、デイトレードの方法を YouTube とかでつぶやいてはいるのを僕は見ます。調べたことはあるんですけど、自分で考えていないので、失敗の理由とかアドリブでマニュアル以外で対応できなくなったりで、学んだつもりでも忘れるっていうことは結構あるんですよね。結局自分で考えてアウトプット、実験をしていく必要があるんです。YouTube の内容でつまらないだろうと、最優先すべきことは利益を追求すること、自分を見失わない探求を続けること。今日もビジネスとお金について考える投資の進む YouTube チャンネルです。当チャンネルはパパに株の情報を教えて家賃を免除してもらっているチャンネルです。みんなもお金を増やす感覚をつかんで大切な人を幸せにするために強くなっていきましょう。それでは皆さん、遊び仕事も全力で楽しんでいきましょう。本日はありがとうございました。次回の動画でお目にかかりましょう。それではごきげんよう。2024年、この年も頑張っていきましょう。13位で通過。片桐体が攻めている。早っ。どういうことだよ。エンジンには手をつけてないんだよな。出だしの区間が緩いヒルクライムなのに。注目クラックが早くも出ている。 MFG 屈指の難コースと言われる足の子で片桐体のテクニックが炸裂します。